大変長らくお待たせいたしました。ワールドシャウナーリミテッドの開封をしたいと思います。今回開封するのは、21053という番手ですね。何本かワールドシャウナーリミテッドの動画を作らせていただいてるんですが、今回はこの21053について、徹底的に開封と細部を見たりとか、あと他のロットの比較、そしてテストキャストまで全部やっていきたいなと思っております。まずはお約束の開封からいきましょう。だいぶ前に頼んだものだったんです。すっかり忘れていたんですが、箱はねまだ開けておりませんので、開封から皆さんと一緒に楽しんでいきましょう。はい、シマノのロゴがね、期待感を煽ってきますね。でこう21053なんですが、サーフとかで使うロングロットですね。で僕なんでサーフとかはあんまりやらないんですけど、やったことないが正解なんですけど、近くにはあるんですよね。でなんで買ったのかっていうと、釣りの幅を広げたかったっていうのがあるんですね。やったことない釣りをねちょっとやってみたいなと思って21053の注文しました。さあ行きますよ。いいですか、準備はいいですか。お、今までのケースと触った感じが違うぞ。これはもういりませんね。袋に入ってきております。ちょっと合皮っぽい袋に入ってるんですね。他のも合皮っぽい袋ではあったんですが、これはなんかいわゆる袋っぽい感じになってますね。他のケースを持ってくればよかったけど、こんな感じで、箱ではなくこう袋になってますね。確か3ピースだと思うんで、規格の問題でこれになってるのかなと思いますけど、どうでしょう。個人的には全然ありかなと思います。かさばるんで結構箱って、なので私はこれでもいいかなと思います。ただ箱の方が高級感はあるかなと思いますが、でもかっこいいですよね。ご尊顔を拝見したいと思います。いきますよ。こんな感じで入っております。これがハンドルですね。ちゃんとここが止められるようになってますね。こんな感じです。おそらくなんですが、このロングロットのハンドルをかなり皆さん気にされてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、ここですよね。フルコルクが良かったっていう方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、私は別にどちらでもいいかな。どっちにしろここ持つところが傷ついちゃうんで、せっかくワールドシャウナーリミテッド使うんだったらコルクの方がいいという方もいらっしゃると思いますが、私はこのハンドルでもいいかなと思ってますね。ここ結構手で持って負荷がかかるところでもありますし、結構ガッて置いちゃうこともありますから、21053を買った理由としては、2953とちょっと迷ったんですよ。前2953っていうのが出たと思うんですけど、21053の方がなんかハンドルが細いんじゃないかと思っていて、2953持ってらっしゃる方比較していただきたいんですけど、ワールドシャウナーリミテッドのいいところって細くてパワーがある、そして軽いっていうことなんですよね。でスペック上は他の差をもっと軽いスペックのものがあると思うんですけど、このハンドルの作り方、フルコルクというかここまでセパレートになってないハンドルなので、重さはね表記上より多分結構軽く感じるんじゃないかなっていうのと、そのシャープで振り抜きがいいっていうところにワールドシャウナーリミテッドのいいところ、特別感があるところがあると思っていて、で他の竿と比べて軽快なんですよね。振り抜き感がロングロットの方がそのポテンシャルを最大限に引き出せるというか、もしかして一番ロングロットがリミテッドのいいところが出てくるんじゃないかと思って、1本ロングロットを試してみたいなと思って21053にしました。あとこの持った感じが僕あんまり太いやつは持てないというか、こう握り心地がそこまで指が長くないのでしっかり持てるのが細い方がいいなと思ったんですよ。なのでこれは21053長い割には結構シャープな、ハンドルになってるんじゃないかなと思います。では次は本体のロットの方行きましょうか。今回はサインとかはね全く入っておりません。これが真ん中のピースというか根元のピースですね。よっ、かなり素晴らしい大きめのガイドリングがついております。このように
しっかり大きいガイドリングがついておりますね。ワールドシャーラーリミテッドのいいところはガイドリングがでかいってことですよね。やはりこのさすがにロングロッドとなるとこのチタンコートの輝きがえぐいですね。これはすごいその辺の堤防とかで使ってると目立って盗まれちゃうと思うんで誰もいないところで使いたいと思います。ターゲットとしてはヒラメとかマゴチとかあとウミヤメとかサーフから狙う人がやるんじゃないかなと思うんですけど、今この2つつなげたところ感じでは、振り抜き感は良さそうな、まだ先っぽついてないんですけど、良さそうな感じはしています。10フィート6インチの竿を使ったことあるんですけど結構長いんですよね。その分やっぱりこうちょっと軽快さとは無縁というか、やっぱりちょっとどんなに軽くても扱いにくさみたいなのが出てくるので、はいよいしょ、はいスパイラル X コアね書いております。21053、おーすごいですね。このロッドの輝きもさることながらこのガイドリング、でかいガイドリングがついてますね。しかししっかり軽くできてると思います。リングも薄いやつがついてますし持った感じは全然やっぱり重さはこの長さでは感じないかなと思いますね。はい先っちょまでしっかりぐーっと、うわーすごいですね。で早速3本ついでみましょうか。長すぎるんでちょっとごめんなさい。画角には入りきらないと思うんで持った感じだけちょっとやってみましょうか。でもやっぱり軽いですよ。軽い。僕ねイタコ釣り具センターさんで持ったことあったんですけど、ただその時持った時よりやっぱりもう自分の手で今持ってみた感じ軽く感じますね。気のせいだと思うんですけどその時より軽いかもしれない。これですよ、これこの持ち味なんですよね。僕はやっぱりなかなか釣りに行く機会がなくて、特に今年なんかはちょっとバタバタしていて、本当はねこれを持っていろんなところに今年は行きたいなと思ってたんですけど、本当はねちょっといろんなところに飛び回って全国回るぐらい行きたいんですけどね、まずは、皆様と開封を共有してですねしていきたいなと思っております。と比べておきたいなと思ったのがあって、よいしょ、この長さは唯一無二というか多分シリーズでも一番長い、10フィート6インチなので、これはこれで良いとして、ハンドルの太さをちょっと他の番手も僕持ってきたんで比較してみようかなと思います。思ったより細いというか、やっぱり太めのショワジギロッドとかシーバスロッドぐらいの太さだと思うんだけどな。他と比べてもそこまで太いってやっぱないですよ。これ、2832があるので2832と比べてみましょうか。開封動画しました2832と太さをちょっと比べてみたいと思います。はい、じゃあ早速いきましょうか。個人的には割と細身というか、はいこんな感じです。こんな感じになってます。そんな極端に太い細いっていう感じはしないかな。どっちかっていうとトータルちょっと21053の方が細身に見えなくもないというか、くびれてるんで2832の方がちょっとセクシーな感じにはなってますけど、そんな突出して太いとは感じないですかね。おそらくここの径は一緒じゃないかな。多分結構持ちやすいと思いますよね。なのでやっぱりこう軽快さとかリミテッドのね良さというか、そこは担保されるかなと思います。はいこんな感じです。パッと見ね、でも太いは太いか。太いは太いけど本当にがっしりしてるというよりはどちらかというと軽いシャープな比較にはなるかもしれない。太いは太いですけどね。はいこんな感じで細身かなと思います。2953も見たんですけど、2953がちょっと太く見えたですね、私には。
なので2953持ちの方ちょっと比較して、もし両方持ってるよっていう方いらっしゃったら動画で比較したりとかしていただくと、もしそういうのがあれば、私もちょっと見てみたいなと思うんですけど、確か僕が村田30さんのお店で持った時はちょっと太く見えた気がする。はい、私は、ライトショアジギングからギリギリショアジギングぐらいの 60g ぐらいまでかなのメタルジグ投げようかなと思ってるんですけど、一応スペック上はなんですが21053は10から 50g ぐらいの適用ウェイトになってるんですね。ワーシャなんで多分 100g とか 120g 投げても大丈夫だとは思うんですけど、2832の適合ウェイトが、7から40ぐらいで、やはり使いやすいのがそのぐらいだったんですね。逆に言うともうちょっと軽いのも使える感じではあったんですけど、ワールドシャーラリミテッドに関してはもしかすると表記スペック内がやっぱ使いやすいは使いやすいのかもしれないですね。おそらくですけどワールドシャーラとかよりその軽い分、もちろんカーボンがかなり強いカーボンが使われてるんで、その分ちょっと薄くなってて軽いんだと思うんですね。なのでちょっとなんか巻きが薄いとちょっと怖い感じはするじゃないですか。なのでだいたい 50g ぐらいまで、 60g かな、メタルジグの60とかまで使ってみようかなとは思いますが、私が結構大きいルアー使う時は100とか投げたいなっていう時もあるんで、それもちょっとテストで投げてみようかなと思っております。で、幅を広げるっていう意味では21055で大物のヒラマサとかその超でかいね魚とか、淡水でいうとこうソウギョとか大ニベとかそういうのも狙える竿だと思うので、そっちも興味はあったんですが、ちょっと私にははっきり言って初心者の私にはまだちょっと早いんじゃないかっていうのと、手持ちのリールが C5000 のステラ C5000XG のステラがあるので、それに合う竿だったら21053の方がいいかなと思って、これだったら結構いろんな幅広く使えるんじゃないかなと思って21053にしました。で、本当はもうちょっと短い3番があったらその8フィート台とか9フィートはあるんですけど、そっちでもいいかなと思ったんですけど、長いロットのワールドシャーラリミテッドをちょっと使ってみたい、本領発揮するのはなんか長い方がいいんじゃないかと思って1本21053、10フィートの竿を持ってみたいというのでちょっと買ってみました。でこれがあればサーフとかで、ヒラメマゴチ青物、そうですね、伊豆の方とかも行けますし、僕の住んでるところからだと神奈川の方も行ける場所にあるので、結構サーフとしてはいろんなところに行けるんじゃないかなと思ってこれを購入しました。ターゲットとしては大きくて青物で、あとヒラスズキとかですよね、磯とかの。ただなんかヒラスズキをガチでやる人たちからするとワーシャでヒラスズキやるのはちょっと柔らかいんじゃないかみたいな意見もあるので、ちょっといろいろG 磯とかも行って試してみて、やっぱちょっと磯にこれ持ってくのはなっていうのはあるかもしれませんが、ちょっと試してはみたいなと思ってますね。どれだけ大きい魚かけたらどれだけ曲がるのかとか、ちょっとやっぱりね、ワクワクしますよね。ちょっとロングロッドを使ってみたいと思います。で、ヒラメマゴチなんかは結構近隣でも釣れるので、そっちの方にも行ってみたいなと思ってます。で、一番のやっぱりこの21053の武器は超ロングロッドっていうところですよね。シリーズ最長の長さを持つ10フィートの竿、10フィート6インチの竿ということで、やはりこの長さ、遠浅のねサーフとかでルアーを投げたりするのにやはり長さがアドバンテージになる。やっぱりおかっぱりからめちゃくちゃ遠くにぶん投げるような釣りとかもやるのにやっぱりいいんじゃないかなと思って、で21053買った方に聞いてみたいんですけど、サーフで使う方が多いのかな、ヒラスズキとかもやってみようと思ってる方とかいらっしゃったらぜひコメントで教えていただきたいんですけど、あとリールサイズなんですが6000番でもいいのかなと思ったんですけど、僕 C5000 しか持ってないんで C5000 でこれをやろうかなと思って村田はじめさんにお店にいる時に聞いてみたんですけど、 C5000 じゃちっちゃいですかって言ったら C5000 でいいんだよって、言ってくれたんで、C5000 で 2.5 号か2号か3号かそのぐらいを巻いて遠投する、ぶん投げて使うような釣りの時に使おうかなと思います。霞ヶ浦の方にナマズ釣りに行ったり娘とするんですけど、なんか一回これでめちゃくちゃ遠くに投げてみたい餌釣りでもルアー釣りでもなんかすげえ遠くに投げてみたいなと思って、遠いから釣れるかどうかはちょっと分かんないんですけど、一回ぶん投げてみたいですね。霞ヶ浦に向かってブーンつって投げてみたいなと思ってます。でメインで使うルアーは多分バイブレーションとかミノーとか、あとメタルジグになってくると思うんで、それの使い心地とかが C5000 でどうかなっていうところではありますよね。ちょっと C5000 つけてみましょうか。じゃあ C5000 でのねバランスを見ていきたいなと思うんですが、ちょっとつなげた状態で見ていきましょう。はい、この辺か。結構やっぱり軽いだけあっ
ってまあまあ手前に重さくるかなと思います。やっぱバランスいいですね C5000。もし SW の6000とかお持ちの方いたらもうちょっと手前に来ると思うんですけど、もともと多分ロッドのバランス設計がいいと思うので、おそらく持ってて重たいって感じる、この長さでの割に重たいって感じる人はおそらくいないと思うんですけど、このぐらいで C5000 でバランスが取れるロッドバランスになっておりますね。すごいですね。で今回はあれですね、金色のスコーピオンマークは入ってないですね。ここにビッグゲームの文字がここに入ってますね。このビッグゲームあんまりかっこよくない気はしますけどビッグゲーム用ということで、これね、ここでおへそに当てたりとか、地面にねこうガンって当てる人は少ないと思いますけど、やってもそんなにダメージが少ない、精神的ダメージが少ないっていう作りになってるんで、これはこれでいいんじゃないかなと思っております。いやでもこの長さでこの軽さ、でも結構しなるな。ちょっと後で外行った感じで見せたいなと思うんですけど、もしかすると柔らかいかも。ワーシャーらしいといえばワーシャーらしいですね。こう硬くてパッキパキの竿とかとはやっぱり全然違うかな。その平鈴木根から剥がすとかいうのはもしかすると向かないのかもしれないですけど、いやこれかなり軽快に触れるとは思います。さすがそのリミテッドの軽さ、軽快さがこれに出てるかな。でもどうだろうな、ちょっとでもやっぱり柔らかいかな。ワーシャルリミテッド結構その張りがあるんですよね。操作してる時に曲がってもあんまり嫌じゃないというか、戻りが早いからなのか、特にその操作性が損なわれるっていう感じはないんですよ。その柔らかいは柔らかいんですけど、2832使った時にムチみたいにビューンってこう飛んでいくしなやかさがあるんですけど、投げた時とかにね。で操作してる時に曲がるんですけど、そんなにこうだるい感じではなかったんですよ。だからおそらくそういう感じではあると思うんで、ちょっと楽しみにはしております。21053と21055両方買ったっていうつわものの方いらっしゃったら、ぜひコメント欄にコメントください。使用感とかこれに使うんだっていう話をね一緒にしたいんですよ。ワーシャリミテッドね持ってる方の話をぜひ聞きたいですし、もし可能だったら動画作ってほしいなと思ってるんですけど、ぜひ教えてください。この後はテストキャストしに行こうかなと思ってるんですけど、もし、私の持ってる番手、2701FF1652 で2832の3本と、あとこれを持ってるので、もしなんか気になるところがあればコメント欄にコメントいただければ、その気になるところももしお話できたり解説できたり検証できたりしたらいいなと思ってるんで、よかったらコメントください。ではテストに行きましょう。じゃあテストに来ました。一番最初は 13g のフェザージグ。これが一番軽いと思うんで、ここからやっていきます。よし、いくよーん。ボラがいたやっぱちょっとさすがに 13g だと軽すぎる嫌いはありそうですけど、操作感は意外とやっぱりいいかもしれないですね。重さも全然感じれるし、普通の竿だとちょっとこの長さで、すげえ全然使えますね。すげえ飛んだ。この感じめちゃくちゃいいっすね。で巻いてきてる感度も十分あるし、今そこに当たってるのがすげえわかるな。魚かな、ボラかなんかいたんでボラかもしれないですね。 13g も、今これ P2.55 なんですけど全然わかるっす。やっぱ長さのアドバンテージがあるからか結構飛びました。13でも全然使えるかもしれない、もしかすると。次サイレントアサシンの99、これも割と軽い方ですね。 14g なんで、このミノが投げられるか。このぐらいのミノだったら使う人いるんじゃないかな。めっちゃ飛ぶな。思ったより飛びましたね。やっぱ長いだけあって、さすがにちょっと胴に乗せて投げるのはしんどいかなと思うんで。びっくりした。そうだ、遠浅だから多分根がかりじゃないけどボトムについちゃったんだな。びっくりした。結構びっくりするぐらいこうガンって感度が高いですね。もう一回投げてみましょう。長いのと張りがあるのですごいいい感じに飛んでいきますね。
ごめんなさいね、私めちゃくちゃ初心者で久しぶりにこんな長い竿を使うので、ちょっとね投げ方とか気になる方もいらっしゃるかもしれないんですが、こんな感じです。ちょっとお許しください。でも 14g 投げようと思えば全然、ただぶっ飛んでいくかと言われたらそんなことはないですね。ぶっ飛んでいくわ。嘘ついた。全然使えます。やっぱ長さこんなやっぱ長いと飛ぶんですね。全然違うわ。で次は、ストロングアサシンですね。ミノ。これは結構あるんじゃないかな。皆さんもね使うことあるかなと思います。サーフだったらね全然使うでしょうね。おお 25g ですねこれは。すげえ。思ったより飛んだ。 25g でこんな飛ぶのこれ。ストロングアサシンですねこれは。サイレントアサシンかなと思って持ってきたらストロングアサシンでした。 25g なんだこれで。すげえ飛ぶ。長さでこんなに飛距離が違うんですね。最近ずっとなんか7フィートとか7フィート半とか長くても8フィートだったんで、すげえ吹っ飛んでこの感じがめちゃくちゃいいですね。さあ行きましょう。このぐらいから結構重さ乗せて飛ばすにはいい感じかなと思います。これ適合ウェイトいくつだっけ。適合ウェイトが10から50なんで、よく考えたら全然やっぱ13とか使えるのもちょうどいいんですね。おおすごいなこの竿。かなりのバーサタイル性があるかもしれない。思ったよりやっぱり気に入った。結構やっぱ長いし3番だからあれかなと思ったんですけど、バーサタイルはやっぱり違うっすね。すげえ飛んでくさすがワーシャリミテッド。やっぱりこの振り抜けが軽くて10フィートの竿とは思えない扱い感はありますね。これはすごいな。はい、お次は、弾丸ソニックの 30g かな。メタルバイブですね。これでやっていきます。この辺が多分メインに使うところになってくるんじゃないかなと思うんですけど、普通に投げてみましょうか。軽くね。はい、弾丸。とんでもねえとんでもねえ投げやすい。なんか長い竿を使う時って結構自分に負荷がかかる感じあったんですけど、30g のメタルバイブでこのぐらいの曲がりですかね。わかります？なんかバイブレーション引いてる時の抵抗感ってあると思うんですけど、全然使いやすいし、竿先が入る感じかな。まだまだ胴には届いてないですかね。もう一回いきましょう。ちょっと強くいきますよ。おー、はいはい、飛んだ。やっぱ遠投するとさすがにちょっと引き抵抗はあるかなとは思いますが、こんな感じ。映ってんのかな。映ってたらいいですけどね。このバイブレーションのこう曲がりの感じとか見てほしいですね。ただこの張りがあった上で柔らかいので、なんだろうな、普通のビヨン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 っていって扱いにくい竿とかもあるじゃないですか。胴に入っちゃって、まだ先の方でこう行く感じなんでちょうどいいぐらいかな。30のメタルバイブが。じゃあ次は思いっきり投げます。はい、よく飛びました。素晴らしいですね。もう素晴らしすぎて私には何も言うことがありません。30g のメタルバイブは多分メインで使うぐらいでちょうどいいかなと思います。で感度も十分担保できますね。さすがワールドシャウラリミテッドって感じです。まさかこれが10フィート6インチとはちょっと私には思えませんという感じです。さあ次行こう。楽しくなってきた。モンスターショットの、95S40g ですね。これ結構皆さん使われてる方多いんじゃないかなと思ってボックスあさって持ってきました。でおそらくこっからが多分遠投の腕の見せどころ。はい、飛んできましたね。これめちゃくちゃ浅いんでちょっと早巻きしちゃうんですけど、モンスターショットね結構使いやすいというか、皆さんね使われる方多いと思うんですけど、これすげえ飛ぶな。でもなんかもっと投げ方しっかりできればもっと飛びそうな感じはします。飛びついちゃったな。はい、海藻が釣れましたね。はいはい、フィッシュです。これちょっとしっかりめにねフォームが綺麗な人に投げてほしいな。おー、はい、はるか彼方の潮目まで届くっていう感じはします。ちょっと僕があんまりなんか
ちゃんと投げれてないんだろうなっていうのがちょっと感じる。そのぐらいには、なんかもっといけんじゃないかって感じはする。もう一回投げてみる。ただね、やっぱりリミテッド張りが強いんで、その分ちょっとこう上手に投げないとあれかも。わ感動して今止めるの忘れちゃった。糸をすごい買ってよかった。これはリミテッド何本か持ってて、ただなんかやっぱりなんすけど、まだ僕には使い切れてないところがあるかな。おーい、巻いてくるのが大変だ。 P2.55 でもこんだけ飛ぶんだったらまあ大体大丈夫でしょう。次はメタルジグの 60g いきます。やばい、ちょっと波が迫ってきちゃった波が迫ってきちゃった。じゃあ 60g のメタルジグいきます。はい、どこ行った？着水が見えないぐらいには飛んでった。まあワールドシャウラですからね、多少オーバーしたところで全然問題ない。ここ浅いんであれなんですけど、さすがに60を、しゃくろうとするとティップから胴面つけて入っちゃうけど、もうでも全然使えますよ。普通に普通に、もっと深くなったら分かんないですけど、なんか逆に言うとこれ以上その硬いとメタルジグ以外使えないんじゃないかって感じはするので、もう一回投げます。遥か彼方のお魚ちゃんに当たってしまいました。向こうでボラかなんかが跳ねたかな。一回沈めて、ほんと浅いな、こんな感じ。 60g でこんな感じ入ってる感じはするけど、だるい感じはしないですね。全然しゃくろうと思えば多分しゃくれる、こんな感じでいけるんで、まだまだメタルジグ使おうというのでは使えるんじゃないかな。40、60だったら多分全然許容範囲かなと思います。フィードポッパーの、150ミリ、これはもうウェイトオーバーですね。ただまあ全然いけると思いますよ。うわ、迫ってきた迫ってきたでは行きます。もう投げやすそうだけどね。やっぱりちょっと空気抵抗があるのでちょっと重いかな。まあでも全然使えるかな。ちょっと竿が負ける感じするけど、全然軽快にポコ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 楽しくポッパー使える感じですね。垂らした方がいいかもしれない。長い竿久しぶりなんで、これどんぐらい曲がってんだろう。今度動画で見てみよう後で。全然使える範囲だと思いますよ。ちょっと高い堤防とかからポッパー使うんだったらこのぐらい水噛んだ方が多分使いやすいんで、折れる感じはしないですけど、さすがにふんわり投げた方がいいかもね。よく飛んだよく飛んだ。はい、まあ許容範囲内ですかね。結構気持ちよく飛んでいきますね。でやっぱりこの軽快さがあるからか、すごい扱いはやりやすい。めちゃくちゃ個人的にはやりやすいです。昔やっぱ長い竿でちょっとポッパーやろうとかすると大変だったんだけどな。いやーすごいですね、リミテッドのパワー。次もうちょっと重いのやって終わりにしようかな。じゃ最後、アーマージョイント280、135g ですね。まあこのぐらいでしょう、一番でかくて。じゃあ行きますか。ちょっと怖いな、さすがに怖いな。思いっきりは触れないかも。はいこんな感じにはなっちゃいますね。ちょっとどっこいしょ投げにはなっちゃうな。ちょっとねやっぱ長い分やや怖いところはあるけど、まあやっぱり使うのは使いやすいですね。アーマージョイントの動きいいっすよね。よし、重たい、よいしょ。どっこい。このぐらい135だっけグラムでこのぐらいの感じなんで、まあさすがにこれ投げるんだったら4番ぐらいが欲しいかなっていう感じはしますね。でも全然投げられますよ。結構これ飛距離飛ばすの大変だから、長いこの竿でどっこいしょって投げても飛ばすのもいいんじゃないですかね。よいしょ。ちょっと皆さんにねなるべくリアルな感じで伝えたいんですが、飛行姿勢
飛行姿勢が定まるとよう飛ぶね。これ結構飛びました。アーマージョイントこんな飛ぶんすねっていうぐらいは飛んだなので皆さんぜひもし21053を買ったらやってみてくださいということでございます。で最後に空気抵抗がそんなにないビッグベイト系やってみましょうか。ペグマ、あんまりペグマ使う人いないと思いますけど、200HS ですね。ボディが 120g なんで針も入れて130ぐらいだったかな。さっきのやつ、ちょっと待って、重たい、怖い。これね、短い竿とかだったら結構いけるんだよね。あ、飛ぶ、これは飛ぶわ。すげえ飛ぶ。これバチャーンってなった魚釣れたんかぐらい曲がるなこれさすがにちょっとこれは現実的ではなかったですね魚釣れましたって感じになっちゃいました。これやばい、これ絶対根がかりすんなちょっとやりすぎたな。これはきついな。よっ、ただすげえ飛ぶんで、高い堤防とかからやる分にはいいんじゃないですか。はい、こんな感じで曲がります。水中から出したいんで、出したい。沈まないでペグマちゃんもうダメだ、ボトム叩いちゃって。これ1メートルぐらいしかないんで根がかりしないでほしいですね。だいたい投げるのは全然 OK なんで、皆さんもぜひ21053いろいろ今日参考になったらいいなと思います。はい、ただいま帰ってまいりました。21053、2754も一緒に投げてきたんですけど、ちょっとやっぱり質感が全然違う2本でしたね。こっちの21053は 30g ぐらいまでは全然余裕で、少し胴に入る感じですかね。で使いやすいルアーの重さについてなんですけど、これ数値通りで結構しっかり上限下限全部しっかり使える感じで、オーバーウェイトとしては 60g のメタルジグぐらいまでだったら全然いけるんじゃないかなっていう感じでしたかね。リミテッドに関しては本当にこの数字通りのものをチョイスしていただければ全部が快適に使えるっていうので間違いないかなと思います。だいたいね、いろんな差を上限下限どっちか使いにくいとか、これちょっとギリギリだろみたいなのあるんですけど、リミテッドワールドシャウラ系に関してはオーバーする分には全然使えるので、今日さすがに130とか投げた時は長さもあってだいぶこの竿の特徴としてはかなりしなりもあったんでちょっと怖いかなっていうのはありましたけど、おそらく全然投げられると思うんですよ。ちゃんと投げれば快適に、例えばメタルジグとか投げるんだったら60ぐらいがちょうどいいんじゃないですかねっていう感じですかね。下も全然 10g まで使えると思います。僕 12g ぐらいから使いましたけど、おそらく 10g 台のものから使えると思うんで、またちょっと細めの、もうちょっと細めのライン2号とか、1.5 号の細いラインで使ってみてもいいかなとは思うんですけど、C5000 に今回 2.5 だったんですけど2号とか巻けば、割と小さめのルアー 10g ぐらいのルアーでもいけるんじゃないかなと思うんで、またもうちょっといろんなフィールド出て使う機会があればちょっと使ってみようかなと思います。だんだん重くなるにつれてムチのようにしなって乾いた弾きでスパーンって吹っ飛ばすような感じでしたかね。長いだけあって結構飛んでいくイメージありました。なのでもうこれ本当にサーフやる人とかで飛距離欲しい人はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いましたし、これは僕買ってよかったなと思います。ケースもね高級感ありますし、ただちょっと残念な点としてはスコーピオンのロッド止めるやつがなかったのと、あとここのビッグゲームのこのところがあんまりかっこよくない、この後ろと。でもこれはそうですね、いいっちゃいいんですけどあんまりかっこよくはないかな他のところがちょっとかっこいいだけに、ちょっとここは気になるっちゃなるけど、総じて買ってよかったなと、すごいいい竿を変えたなっていう気持ちになりました。21053、これを持っていろんなフィールドに行ってみたいなと思います。皆さんもよかったら21053、他のリミテッドのねお話などしたいので、よかったらコメント欄にコメント書いてみてください。僕が持ってる番手のことで何か質問とかこんなんどうですかっていうのあったら、僕もなるべく検証とかご案内できるようにしたいなと思ってますんで、もし迷ってる方とかねいらっしゃいましたらぜひコメントください。次回は2754の方の開封から死闘で比較などいろんなのやっていきますんで、チャンネル登録してそちらもよかったらお待ちください。ありがとうございました。ではまた次の動画でバイバイ。